ハイパーインフレの始まり、第一次世界大戦後の経済状況、私たちが目の当たりにしている通貨価値の急激な下落、これは、ドイツで1920年代に起こったハイパーインフレの典型的な現象です。この時期、ドイツ経済は壊滅的な状態にありました。第一次世界大戦後、ドイツは大きな財政的負担を背負いました。戦争による甚大な破壊と、連合国に対する莫大な賠償金支払いが経済を圧迫したのです。戦争での損失は計り知れないものであり、国のインフラは荒廃し、産業は大きなダメージを受けました。このような状況は、経済の不安定さを増大させ、インフレへの道を作りました。第一次世界大戦後のドイツは、経済的に非常に脆弱な状態にあり、その脆弱性がハイパーインフレの一因となったのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。番組の最後には、ドイツがインフレを短期間で収束させた手法を解説していますので、最後までご覧いただきますと幸いです。ベルサイユ条約と賠償金問題。ベルサイユ条約は、ドイツに対する経済的な打撃として、特に重くのしかかりました。この条約により、ドイツは、連合国への賠償金支払いを余儀なくされました。この賠償金は、ドイツ経済にとって持続不可能なほど巨額でした。賠償金の支払いを強制されたことで、ドイツはさらなる財政的圧力に直面しました。これが通貨価値の下落を加速させる一因となったのです。ベルサイユ条約とそれに伴う賠償金問題は、ドイツのハイパーインフレを引き起こした重要な要因の一つであり、経済的苦境を深める結果となりました。通貨供給の急増と価値の暴落。通貨供給の急増は、ドイツのマルクの価値を暴落させ、ハイパーインフレを加速しました。経済的な苦境と賠償金支払いの負担を軽減するため、ドイツ政府は大量の通貨を印刷しました。しかし、これは通貨の価値を急速に薄める結果となりました。当時、街中には使い道のない紙幣が溢れ、紙幣を焚き火の燃料として使うほど価値が失われました。通貨供給の急増とそれに伴う価値の暴落は、ドイツのハイパーインフレを象徴する出来事であり、経済的混乱をさらに深める原因となりました。日常生活の変化、紙幣の価値の急激な下落。1920年代のドイツでは、紙幣の価値が信じられないほど急激に下落しました。これは、日常生活に深刻な影響を及ぼしました。ハイパーインフレの影響で、通貨の価値は日々、時には時間ごとに目減りしていったのです。これは、物価の高騰と給料の価値の低下をもたらしました。当時のドイツでは、朝に稼いだ給料で午後にはパンを買うことができないという事態が発生していました。また、紙幣が街のゴミと化し、子供たちが紙幣で遊ぶ光景も見られました。紙幣の価値の急激な下落は、ドイツ市民の日常生活において、混乱と困難を引き起こし、経済的安定を失わせたのです。生活必需品の価格と購買力の変化。ハイパーインフレによって生活必需品の価格が高騰し、市民の購買力は著しく低下しました。経済の不安定さが進む中、日常的に使用する商品やサービスの価格が天井知らずに上昇しました。これは、賃金の増加が価格上昇に追いつかない状況を生み出しました。食料品や衣類、家賃など、あらゆるものの価格が急騰し、多くの市民が基本的な生活必需品を購入することすら困難になりました。生活必需品の価格と購買力の変化はドイツ市民に深刻な生活の危機をもたらし、生存のための戦略を強いられる状況を作り出しました。市民の生活戦略と適応。ドイツ市民はハイパーインフレという前例のない経済状況に対処するため、様々な生活戦略と適応方法を編み出しました。経済的な厳しさを乗り越えるため、人々は創意工夫を凝らし、生活の質を守ろうとしました。これには、物々交換の復活や共同購入、自給自足の増加などが含まれます。一部の人々は、農業に力を入れ始め、自ら食料を生産することで、経済的な自立を試みました。また、コミュニティを通じて物資を交換し、資源を最大限に活用する試みが行われました。市民の生活戦略と適応は、ハイパーインフレの厳しい時代を生き抜くための知恵と工夫の証であり、人々が経済的困難に立ち向かう姿勢を示しました。社会と文化への影響。
インフレによる社会階層の再編。ハイパーインフレは、ドイツ社会の階層構造を根底から揺さぶり、多くの人々の生活と地位に大きな変化をもたらしました。インフレによって財産価値が目減りし、中産階級や貯蓄を持つ人々は特に深刻な影響を受けました。これは、貯蓄の価値が急激に蒸発し、多くの人々が一夜にして貧困に陥ったことを意味します。一方で、負債を抱えていた人々や、物々交換や海外市場へのアクセスが可能なものは、相対的に恩恵を受けることがありました。このような状況が、新たな社会階層の形成を促しました。インフレによる社会階層の再編は、経済的な価値だけでなく、人々の社会的地位にも深刻な影響を及ぼし、ドイツ社会の構造を大きく変化させました。文化と芸術に見る経済危機の反映。1920年代のドイツでは、経済危機が文化と芸術の世界にも深い影響を及ぼし、新たな芸術運動や文化的表現が生まれました。経済的困難は、社会への不満や不安を反映し、これが芸術作品に現れました。多くの芸術家たちは、インフレとその社会的影響をテーマにした作品を創出し、時代の危機を表現しました。表現主義やダダイズムなどの芸術運動は、この時期に活発化しました。これらの運動は、不安定な社会状況と混乱を反映し、従来の美的規範に挑戦する作品を多数生み出しました。経済危機は、ドイツの文化と芸術に深い痕跡を残し、困難な時代を反映した新たな芸術的表現の発展を促しました。海外から見た1920年代のドイツ。海外から見た1920年代のドイツは、混乱と変革の時期として捉えられ、国際社会におけるドイツの立場は大きく変化しました。ハイパーインフレと政治的不安定が国際ニュースとなり、ドイツの状況は世界中に広く報じられました。これは、ドイツに対する国際的な見方に影響を与え、多くの国から同情や懸念が寄せられました。特に、経済的な混乱は、ドイツへの投資機会として見られる一方で、政治的な不安定は、ヨーロッパ全体の平和と安定に対する脅威と捉えられました。海外から見た1920年代のドイツは、経済的、政治的に極めて困難な時期とされ、これが、後の歴史的出来事へとつながる重要な要因となりました。政治的変動と経済政策、インフレと政治不安の相関。インフレは、政治的不安を助長し、1920年代のドイツでは、経済の混乱が政治的変動を引き起こしました。ハイパーインフレによる経済的不安定は、人々の不満を高め、既存政権への信頼を損ないました。これは、極端な政治勢力の台頭と、政治的な混乱を招いたのです。経済的苦境は、共産主義者や極右勢力など、政治的極端派の支持を増加させました。これらのグループはインフレを政治的な不満の糧とし、大衆を動員する力となりました。インフレと政治不安の相関は、1920年代のドイツにおける政治的変動の主要な要因であり、後の歴史的な出来事に大きく影響を与えました。経済安定化への道。ドイツは、経済安定化を目指して、複数の政策と改革を実施しましたが、これらは、多くの挑戦と困難を伴いました。経済の安定を取り戻すため、ドイツ政府は財政規律の強化、賠償金支払いの交渉、外国からの投資促進など、幅広い取り組みを行いました。経済政策の一環として、賠償金の支払い方法の見直しや、外国との通貨安定協定が締結されました。これは、国際社会におけるドイツの信頼回復に一定の効果を示しました。経済安定化への道は複雑で困難でしたが、ドイツは国内外の協力を得て、経済危機を乗り越えようと努力しました。レンテンマルクの導入とインフレ収束。レンテンマルクの導入は、ドイツにおけるハイパーインフレ収束の転機となりました。1923年末、通貨の安定を図るために、レンテンマルクが導入され、これは金や外貨によって裏付けられていました。レンテンマルクの導入は、信頼性のある通貨体系への移行を意味し、インフレを抑制する効果を持っていました。レンテンマルクの発行後、経済状況は徐々に改善し、通貨価値の安定が見られるようになりました。これにより、市民の生活や経済活動においても正常化が進んでいきました。レンテンマルクの導入は、
ハイパーインフレからの脱却と経済の正常化に向けた重要なステップであり、ドイツ経済史における重要な転換点となりました。政治的変動と経済政策、インフレと政治不安の相関。ドイツでのハイパーインフレは、政治的不安を助長し、経済状況と政治の安定性は密接に関連していました。インフレが進行すると、人々の生活は極度に不安定になり、政治に対する不満が高まりました。経済的な困難は、政府への信頼を損ない、政治的極端主義の台頭を促しました。貨幣価値の急速な低下は、社会的不安と結びつき、政治的不安定性を引き起こしました。この不安定さは、過激な政治運動の勢力を増大させ、社会の極端化を促進しました。インフレと政治不安の相関関係は、ドイツの政治史において重要な役割を果たし、後の政治的動向に大きな影響を与えました。経済安定化への道。ドイツ政府は経済安定化を図るために多くの策を講じ、これが徐々に効果を示し始めました。経済の安定を取り戻すため、ドイツは賠償金支払いの条件緩和、財政改革、外国資本の導入など、様々な経済政策を実施しました。これらの措置は、経済状況を改善させる基盤を築きました。経済安定化の努力の一環として、ドイツは外国との通貨安定協定を結び、投資を促進しました。これにより、インフレの勢いが徐々に収束し、経済の再建が進みました。経済安定化への道は困難であったものの、ドイツは経済の立て直しに向けて重要な一歩を踏み出したのです。